車好きだからこそ森藤さん、トヨタイムズニュースをご覧の皆さん、こんにちは。富川悠太です。今日はですね、東京オートサロンの会場幕張メッセにやってきました。私実は初めてでございます。どんなところなのかってすごいなこれ。うわ、ものすごい人ですよ。ぎっしり通路が埋まっています。いろんな車が置いてあるんですね。あと車種が一緒でもパーツが違ったり、こう色が違ったりでいろんな表情があるんですね。ちょっともうここから見るだけで楽しそう。行ってみましょうか、早速ね。自動車メーカーや部品メーカーなど341社が参加した東京オートサロン。世界最大級のカスタムカーの祭典とも呼ばれています。41回目となる今回は入場制限が緩和され、3日間で18万人が訪れたそうです。エアサスでこう走るとき上がるらしいんですけど、でもですよ。ものすれすれどんだけ低いんでしょうね。なんて読むんですかね。仏の恥の切りってぶっちぎり。あ、ぶっちぎり。千葉ぶっちぎりね。さすがですね、元走り屋。車高の低いこの車、実は1994年のトヨタカルディナをカスタムしたものなんだそうです。まるで別の車みたいですよね。こんなエリアもあるんですね。東京アウトドアショーって書いてあります。アウトドア専門のエリアなんですね。でもコロナでまたアウトドア見直されたところもありましたよね。家族で人混みじゃないところで過ごすっていう。あ、ここトヨタだ。トヨタエリアですよ。雰囲気が全然違う。かっこいい。新型クラウンだ。うわー、完全にアウトドアバージョンになってますね。ライトもついて。こういうこともできるんだ。すいません、お疲れ様です。すいません、トヨタイムズです。例えばなんですけれども、バック開けさせていただきまして、私で冷蔵庫型の電源取ったクーラーボックスがあるんで、中は今回は水ですけれども、基本冷えていただいてまして。コンロ？そうです。へえ。うわ、すごいすごい。東京オートサロンってもう車好きが集まるイベントって聞いていたんですけれども、こういうアウトドアのスペースっていうのもあるんですね。そうですね。このイベント自体は去年から始まりまして、今年で2回目になっています。家族や友人、仲間と楽しみながら世界観や価値観を共有していくっていうのが非常に大事な空間になってきてるんじゃないかなと思います。しかもオートサロンだからいろんな部品が見られるわけですよね。そうですね。部品やギアも含めてたくさんあるっていうのが一番楽しい展示になってるんじゃないかなと。だから自分なりの楽しみを追求したこうやってアウトドアを楽しめる車もどんどんこうチャレンジできるし、それによって家族が楽しめればお父さんもね怒られなくて済みますもんね。みんなでウィンウィンなまさに時間が楽しめるかなと。カーボンニュートラルに特化した展示コーナーもあるんですね。こっちって書いてある。行ってみますね。結構子供たちもいる。結構興味持ってらっしゃる方多いんですね。そしてこの東京オートサロンでカーボンニュートラルに向けたトヨタの新たな挑戦が発表されました。車好きだからこそカーボンニュートラルの道がある。車好きを誰一人置いていきたくない。こちらの AE86 トレノとレビン、これらがその思いを形にしたものです。
このトレノは水素エンジン車です。一方のレビンはバッテリー EV です。半世紀前にできた社名ですが、実は EV の2文字が隠れておりました。50年がかりでようやくバッテリーとモーターを搭載したわけでございます。ただマニュアルミッションはそのまま。クラッチ操作やシフト操作も楽しめます。カーボンニュートラルの時代でも愛車に乗り続けたいというチャレンジです。多くの自動車メーカーが2030年から40年頃をターゲットにバッテリー EV へのシフトを目指しております。ところが現実にはこれから売り出す新車を EV にするだけでは2050年のゼロカーボンは達成できません。保有者、つまりすでに誰かの愛車になっている車にも選択肢を残していくことが大切だと思っております。車好きだからこそやれるカーボンニュートラルがあるんだと、未来にワクワクしていただけたなら、今年世界に向けて大きなメッセージが発信できるのではないでしょうか。森蔵もワクワクしてまいりました。車好きの皆さん、皆さんのお一人お一人がカーボンニュートラルに向けたチーフエンジニアです。一緒に未来を作りましょう。ありがとうございました。今回のオートサロンの目玉中の目玉がこの2台の AE86 です。でこの86というのはどんな車なのかというのを説明していただくのはもうこの方しかいないです。佐々木正宏ドライバーです。よろしくお願いします。お疲れ様です。こんにちは。よろしくお願いします。です。よろしくお願いします。若かりし頃、はい。86でもうブイブイ言わせてたっていうと昔はやんちゃだった佐々木選手ですが、レースでの水素エンジンやバッテリー EV 車の開発にも携わり、子どもたちに授業を行うなどレース界のカーボンニュートラル博士なんです。もちろん今回の AE86 の開発担当者でもあります。ちょっとせっかくだから一緒に乗って話していいですか。そうですね。失礼します。よいしょ。おー、はい、おすごい。こっちはベブの方です、はい、バッテリー EV の方なんですけれども、アクセルを吹かすと、しっかりスピーカーからエンジン音が鳴るんですよ。じゃあ乗ってる感覚としては本当に音は今までと一緒なんですよ。ただ外から聞くと無音なんですよ。ウィーンっていう電気の音をしてる。本当に未来の車ですし、そういう運転する楽しさだったり操る楽しさ、 EV でもこんなに楽しいんだっていうのがものすごい技術で詰まってます。この車にはこういう音の演出はものすごい嬉しいですし、運転する楽しさ、そういうところは全く減ってないなっていうイメージがあります。つまりは楽しくなってやっぱりスピード出しちゃうってことですね。出しちゃう結局そうなんですよすごい。だからこうもう電気でこういうギアがついてるっていうのがすごい本当に違和感ありますね。実はこれ無駄ですからね。はい、単純に言うと内燃機関をこれは下ろしてしまってるんですけれども、内燃機関の代わりにモーターを乗せて、あとは全部一緒っていう、だから本当に操る喜びと、映像を見てもらえば分かるんですけれども、ドリフト走行も楽しめるっていう、そういう AE86 ならではの楽しさの詰まってる、そういう車になってます。はい、今の EV ぶりからすると当然これでドリフトはもうしたってことですね。しちゃいましたよこれはすごい。これはすごい。しっかり加速する。すごいわこれ。
これって外はもちろん音してないんだよね。車の中はねエンジン音がめちゃくちゃするんですよ。不思議なので乗ってる感じはね本当にね86のスポーツマフラーを入れてる車乗ってるみたいな。モーター自体も重いんですけど後ろにバッテリー積んでるから重量バランスがね多分ねきっとねノーマルの86のような感じなんだろうなっていう。面白い、すごい。ちゃんとスピンもするんだこれ。やりすぎちゃってこれはトレノっていう車で、この車の特徴は、水素で動くっていうところなんですけれども、この 4AG っていうもともと乗ってるエンジンかかっただけでも本当にすごい技術なんですね。見たいです。こっちそうですね。こっちも見たいです。あ、またこの音がいい。親がこうやってました。あ、本当ですか。でこのエンジンがいわゆる 4AG っていうエンジンです。実はですねありきたりのエンジンだったんですよ。本当に。ただこの車の面白いところは、そのあまりパワーが出てないエンジンをみんながいろんなところを改造するんですよ。カスタマイズをしながら、その自分が好きなようにいじれる、やりやすかったんですよ。いじりやすかったっていうのも一つ特徴なんですけれども、そのエンジンがどんどん少なくなってきて、既存のエンジン本当に少ないんですよ。でそのエンジンを使って水素を入れてる。だからもう完全にノーマル、見た目は本当にノーマルですね。でパッと見て分かるのがこのインジェクター、ここから水素が入って水素からポートに噴射する。でこれで、水素の量を決めてるっていう。ガソリンエンジンでもこのインジェクターっていうのがついてて、でそれに置き換えの水素のインジェクターです。水素に変えて、ごちゃごちゃしそうなのに、すっきりしてますね。いやそれがやっぱりトヨタの技術ですし、みんなもやはりこのエンジンを愛してたりするので、見栄えが大きく変わるのっていうのはあんまり嬉しくないじゃないですか。なのでそういうところにも気を使って、ファンを喜ばす、そしてやっぱりこうカーボンニュートラルにつなげていくっていうところを実現させてる感じだと思います。ファンは喜んだんですか？僕は喜んでますよ。もう初めて見た時にマジでびっくりしましたよこれ。でこだわりとしては、マフラーもしっかり当時のオリジナルのノーマルマフラーを使ってるんです。このマフラーは水素用にわざわざこうフルっぽいものをつけたみたいな、そんなんじゃないんですか？じゃないんですよ。これは当時の AE86 の、使ってるノーマルのマフラーをサンゴっていうメーカーでもう一度作り直してます。そのサンゴっていうメーカーは当時のこの AE86 を作ってたマフラーメーカーなんですよ。でも機能的に大丈夫なんですか？全く大丈夫です。聞いてみると深いですね。深いですよ。僕ずっと喋れますよこれ。ね、本当好きなんですね。大好きです。まずはだからこれを市販に向けてとにかく磨き続ける。そうですね。やっぱり喜びが持てる。そしてガソリンエンジンより楽しいじゃないかって言われる声を目指しながら、僕らは開発、日々努力をしてやっていきたいなと思ってます。突き詰めていったら将来的にはもう自分でこう水素キットとか電気キットみたいなのをポンって入れて、そのまま自分の車、今のガソリン車を走らせちゃう、カーボンニュートラル車に変えられちゃうっていう未来が、来るかもしれないんで、そういう未来に対しての僕らは今開発をしてるっていうところです。もともと有志の車好きが集まって始まったという今回のプロジェクト。 AE86 は発売から40年経っているため、今では当たり前となっている 3D モデルもなく、試行錯誤の連続だったそうです。見た目も大きさも重さもほぼそのままに、車好きが車好きに見てもらうためにとことんこだわって作られました。いやー、すごい熱意です。そして水素エンジンを搭載した AE86 がコンセプトカー部門で見事優秀賞に輝きました。おめでとうございます。生まれ変わった2台の86、大人気ですね。ちょっと失敗した？ああ、本当だ、電気のマークだ。わあ、水素も綺麗に撮れてるね、写真ね。
ガソリンの車と電気の車と水素の車、どれに乗ってみたい？電気？おお、カーボンニュートラルですよ。見てどうですか？やっぱりかっこいいですね。水素エンジンであるとか EV になって、これからも走り続けていくっていうのはとても嬉しいことだと思います。販売されるようになってきたらどうします？いや、欲しいですね。欲しい。あ、2人とも欲しい。購入したいです。こちらの男性すごいんです。見てください。とっても貴重な旧車3台、そしてバイクも2台、今でも大切に乗り続けているそうです。もうとにかく扶養家族は今いなくなったんですけど、バイクと車が扶養家族。実際にご覧になっていかがでした？やっぱりボディも含めて綺麗な状態でね、電気自動車になってるし、ましてやマニュアルなので、もう正直乗ってみたい。古いものって維持するのってすごく大変なんですよ。そういう意味ではこういう安心してね乗れるようなものが世の中に出てくるっていうのはすごくいいことだなって個人的に思います。どんどん出してもらいたいですよね。昔の形の方がやっぱり86とか92とか、なんか思い出あるんですか？86とか92っておっしゃいましたけど、昔の、峠を攻めてた。攻めてはいない。あ、攻めてた。もうご主人汗拭いちゃって、汗拭き始めちゃいました。ご主人どうでした？かっこいい。かっこいい。自分の車を今ガソリン車ですから、を電気化とか水素化できるってなったらどうします？でもエンジン音とか油音とかがだいぶ近未来になっちゃいますね。いや、水素は音はそのままなんです。すごいね。まんまガソリン車と変わんないの。そう、音がね残るんですよ。エンジンそのままだし。森藤さん、車好きのカーボンニュートラル。その森蔵さんは開発中のこのラリー2、はい、ぜひ皆さんの前で森蔵選手のドライブでデモンストレーションはいかがでしょうか？はい、ぜひ走らせていただきたいと思います。やったー！森蔵さん、豊田章男社長がデモランを行うということなんですね。ラリー2カーってものすごく馬力のある難しい車だということなんですけれども、どのようにこのラリー2カーを乗りこなせるのか、そこも注目です。見舞われてしまったという情報がありましたので、ガリックのさんがしっかりと整備をしたところします。さあ、ヤリマティライトバラさんがウォーミングアップをしてくれました。その GR ヤリスラリー2コンセプトにドライバーズシートにはなんとトヨタ自動車社長である森蔵選手が見事な8の字旋回。すいません、森蔵さん、何度ウォーミングアップのお話にいきなりアクセル全開ですけど大丈夫ですか？いや、すごいな。常に4輪ドッグ
走りたそうです素晴らしいです。最初は体のいやー、圧巻でしたね。ラリーの裾野を広げるために開発を続けるラリー2マシン、その舞台裏を取材した動画もぜひご覧ください。ラリー2すごい車になってきましたね。なってきましたね、いいチームを作るのといいドライバーを育てる、これがこのラリー2のね、車のミッションだと思ってます、でもそれにはやっぱり皆さんの応援がね一番必要だと思いますので、本当に世界のいろんな道で戦っていくと思いますから、ぜひとも応援よろしくお願いしたいと思います。今日も本当にこの雨の中こんなに大勢の方にね見ていただいて、本当にこの車は幸せだと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。車は愛がつく工業製品、まさにこの言葉を実感した3日間でした。車を愛する車好きのための祭典、東京オートサロン、もう来年が待ち遠しいですね。世界のトヨタの仲間から最新情報をお伝えするワールドトヨタニュース。今日はフィンランドから紹介していただくのはこの方です。よろしくお願いします。TCR-WRT の春田です。新たにラリーチームの拠点として設立された TGR-WRT。 新会社の土地のほとんどは東京ドーム133個分の広大な森になる予定です。そしてこの森はチームが排出する CO2 よりも多くの CO2 を吸収するため、モータースポーツの新たなカーボンニュートラルとして注目されています。社長に就任した春名さんに現地を案内してもらいました。春名さん、これが新会社 TGR-WRT の社屋、外観ですね。そうですね、これが外観になります。綺麗ですね、やっぱり。そうですね、今なんかこう雪が降ってすごく綺麗な状態になっています。寒そうですけど。むちゃくちゃ寒いですよ。マイナス5度ぐらい。おお。入ったらいきなりラリーカーですか。おお、こっちにもロビーに4台シミュレーターも置いてある。お客さんが来て遊んでいけるように遊べるように。いいですね。こうやってドア開けて入ってくるのワクワクしますね。ここはですね、いわゆる電気関係をやっているところで。おお、すごい細かい作業。うわ、細か。これなんですか、この右側の。車のバンパーの部分か。こうやって並んでるの見ないですもんね。ここでカーボンパーツ系のもののリペアをやってます。今のバンパーとか直したりとかして、リユースを極力できる。うわー、なんかいっぱい並んでる。ホイール？こういうなんかケースも自分たちで溶接ができるので。自分たちで作ってるんですか、これ。はい。だから大きさがぴったりなのだ。ラリーの場合は電気を行うっていうか下見を行う。その時に使う歴史ロバンペラの歴史ですか。が一応ロバンペラの歴史はこちらです。でそれらも我々で当然メンテをしているので、この辺あたりが歴史者のメンテ場所になっています。おお。これがワークショップエリアで12台メンテができる。
これ映していいんですか？おお、見たい。ちょっとじゃあアップで見せてください。アップで。せっかくだからアップで見せてください。おお。あ、作業してますね。これ以上は見られないんですね。そうですね。ちょっとこれ以上はちょっと見せられないんですけれども。こう覗きたくなる衝動。転写されて、はい、全部バーされます。へえ。こちら側から先がですね、残念ながら入ることができない車の設計をやっている。じゃあさらに新しい車のデザインとか設計をここでやってるんですか？そうですね。ああ、それは見られないですね。うわー、全問差ですね。大体この何人でやってるのかっていうのが、逆算できてしまうので、へえ。広さは NG です。へえ、そうなんですね。機密だらけです。おお、サウナだ。会社の中にサウナがあります。うち使ってないんですけど、商談をサウナでやるっていうのが、今あんまり盛んじゃないらしいんですけど、特に昔はよくやられてた。面白いことで、古い建物には大体サウナがついてる。今度サウナからリポートしていただいていいですか？いまいち電波が。うまいな。うまい、絶対聞こえてた今。